あなたは自分の親を邪魔だと思ったことはありますか？遡ることおよそ17年前の2005年8月4日、アメリカ・インディアナ州ミドルベリー。その日の夜、17歳の少女ハンナ・ストーンは恋人のスペンサー・クレンペッツとベッドの上で体を重ね合っていました。この年頃の男女が一夜を共にすること自体はさして珍しくないことかもしれません。しかしこの時の2人には世間的な10代のカップルとは明らかに違っている点がありました。それは今彼女たちが横になっているそのベッドがハンナの母親のものであるということ。母親が出かけている隙を狙っただけではと思われるでしょうか。実は違うんです。気分がいいなハンナ。他人のベッドを勝手に使う背徳感を楽しむかのようにハンナに笑いかけるスペンサー。するとハンナはうっとりとした様子でこう答えました。ええ、ママを殺して正解だったわ。恋人と体を重ねながら母の死を喜ぶ17歳の少女。少女と母親の間には一体何があったのか。この事件の発端となったのは娘を思う母の愛だったんです。メリークリスマス。今年もクリぼっちっぽいけど、家でネットフリックスの怖いやつ鳥肌見るよ、ケンちゃんです。みみかです。長いわな。本日ご紹介するのはアメリカのとある親子をめぐる殺人事件についてなんです。この母親と娘、あることを理由に親子喧嘩をしていて、なんとそこから殺人事件にまで発展してしまうんです。何もそれ。浜場木と裕次郎よりひどい親子喧嘩してんじゃないの？死んでないからね、裕次郎のモノマネしてる YouTube チャンネル思うんですよね。あ、ガリレコちゃん。これはめでてえなの人も面白いのでちょっと見てみて。まあやっぱ俺はでも平成フラミンゴが一番好き。平フラが。なんでか教えてあげようか。見てくれてるから。わかんない。ガリレコチャンネル見てくれてるかもしれない。一体母と娘はどんな事情から喧嘩に発展してしまったのか。まずは事件発覚のそのシーンから見ていきたいと思います。姿を消した親子。遡ることおよそ17年前の2005年8月4日、アメリカ・インディアナ州ミドルベリー。夜も更ける頃、41歳の女性バーバラ・ケイムは自宅で一人就寝の準備を整えていました。ベッドに腰掛けると憂鬱そうな表情を浮かべため息を漏らすバーバラ。少し言い過ぎたかしら。そうやって彼女が独り言をつぶやいたその時、玄関の方からドアをノックする音が聞こえてきたんです。ハンナ、帰ってきたのね。今開けるわ。ハンナというのはバーバラの17歳の娘、ハンナ・ストーンのこと。ハンナは前日にバーバラと親子喧嘩をしたきり帰ってきておらず、彼女はそのことで気をもんでいるところだったんです。足早に玄関へ向かったバーバラは、娘が向こう側で待っているはずのそのドアに手をかけました。翌日、バーバラが看護師として働いていたエルクハート総合病院では、他の看護師たちが心配そうに話をしていました。バーバラさん、まだ電話通じないの？ええ、さっきから何度もかけてるんだけど、誰も出ないのよ。何かあったんじゃないかしら。そう、この日バーバラは仕事を無断欠勤していました。連絡も一切取れなかったため、彼女の妹が自宅に様子を見に向かったんですが、家の中には誰の姿もありません。バーバラはシングルマザーで、娘のハンナ、そして5歳の息子、ティモシーとの3人暮らし。この日、息子のティモシーは元夫の家に預けられていました。一方で、娘ハンナは学校に行ってもおらず、バーバラと同じく行方不明になっていたんです。さらにバーバラの自宅は何者かに荒らされた形跡があり、彼女のキャッシュカードが盗まれていることが判明。親子2人が同日に姿を消したことも含め、警察は一家を狙った強盗事件の線で捜査を開始します。2人とも強盗にさらわれちゃったってこと？でも最初親子喧嘩とかって言ってたじゃない。変じゃない？そうなんです。この後ね、警察の予想はすぐに裏切られることになるんです。バーバラとハンナが失踪してからすぐ、警察は近隣住民に協力を求め懸命な捜索を実施。4日後の8月8日、バーバラは町外れのトウモロコシ畑で発見されることになります。発見された彼女は後頭部を銃で撃ち抜かれ死んでいました。バーバラは失踪した日に殺され、人目につかないこの場所で放置されていたんです。一方で気になるのは、バーバラと同時に行方不明になっていた娘ハンナのこと。実は彼女はこの数日、警察に見つからないように身を潜めていました。身を潜めてたって、じゃあやっぱりバーバラを殺したのはハンナだったってことよね。そうともね、言い切れないです。実はバーバラとハンナの親子喧嘩、その中心にはね、別の人物がいたんです。その人物こそが今回の事件の鍵を握っているんです。伝道師の娘。1988年、バーバラの第一子となるハンナはインディアナ州北部の町ゴーシェンで生まれました。父親はバーバラの元夫で教会の伝道師。その娘であるハンナは幼少期から敬虔なキリスト教徒として育てられ、近隣住民から親子ともども慕われていました。伝道師って何？教会とかでお説教してる人？アメリカでは結構馴染み深い職業なんです。ハンナの父親も伝道師という職業だったこともあり、近隣住民とハンナは盛んに交流していたんです。ただ日本人の我々にとってはね、馴染みのない職業なんで、本日のメトラキーワード、キリスト教の伝道師について。
アメリカの宗教はキリスト教が一般的で、中でもプロテスタントの宗派が主流です。プロテスタントの最大の特徴は、伝道師による説教が重要視されること。日曜日に教会で行われる礼拝は、主にこの説教を聞くための場であり、多くのアメリカ国民にとって教会へ通うことは習慣化されているんです。バーバラや娘のハンナが暮らすインディアナ州もプロテスタントの宗派が大多数を占め、その割合は人口の 60% 以上にも及びます。ハンナたちは伝道師である父親をはじめ、一家揃って教会と関わりが深かったため、近隣住民の間ではよく知られた家族だったんです。結局バーバラは伝道師の夫とは離婚してしまいますが、家族で長く学んできたキリスト教の教えは母と娘の絆を一層強いものにしていました。バーバラがシングルマザーとなってからも、日曜日になれば一緒に礼拝へ向かう彼女とハンナは非常に仲のいい親子だったんです。しかし一家がインディアナ州ミドルベリーへ引っ越してきたことをきっかけに、この親子関係に亀裂が入る出来事が起こってしまうんです。ハンナ、あんたまだあんな不良と付き合ってるの？ママはあまり感心しないわ。困ったような表情で娘ハンナに投げかけたバーバラ。しかしハンナは不機嫌そうにこう反論します。うるさいな。誰と付き合おうと私の勝手じゃない。そう、ミドルベリーで暮らすようになってすぐ、ハンナには1歳年上の恋人ができていました。恋人の名前はスペンサー・クレンペッツ。近隣でも有名な不良でした。真面目だったハンナがこの頃、スペンサーの影響で夜遅くまで出歩いたり、教会の礼拝にも参加しなくなったりしていたため、母親のバーバラは心配していたんです。なるほどね。でも思春期にありがちなんじゃないの？だって10代の頃なんてハメ外すことなんてあるんじゃない？外してたんじゃないですか。さかさか。そしてこのスペンサーという少年、バーバラがね、反対するのもやむを得ないぐらいの不良少年だったんです。ほら、お前も吸ってみろよ。めちゃめちゃハイな気分になれるぜ。そう言ってスペンサーがハンナに差し出したのは、マリファナ。厳格な家庭で育ったハンナに対し、スペンサーは小学生時代から飲酒、喫煙が当たり前の根っからの不良少年。ハンナと出会った18歳頃にはマリファナや違法薬物にも平気で手を出していたんです。そしてハンナはスペンサーに出会うまで彼のような不良少年とは関わったことがありませんでした。夜中に家を抜け出したり、隠れてマリファナを吸ったりと、スペンサーの見せてくれる世界は新鮮で刺激的なものばかり。ハンナは今まで自分がしてこなかった体験をさせてくれる彼の虜になっていったんです。一方、母バーバラはそうしてスペンサーに夢中になる娘の様子に日々不安を募らせていきます。そして2005年8月3日の夜、バーバラは思わずこんなことを口走ってしまうんです。あの男と別れないならこの家を出て行きなさい。は？上等よ。こんな家こっちから出て行ってやるわ。そう吐き捨てるようにして自宅を飛び出したハンナ。それから翌日の夜まで彼女が帰ってくることはありませんでした。バーバラも本当に出てってほしいとは思ってなかったと思うわよ。感情的になってつい言っちゃうこともあると思うんだけど、こっから何？殺人にまで繋がっていっちゃうの？親子喧嘩なんでまああるんですけどね、実はこの話をさらに複雑にしたのがハンナの恋人スペンサーだったんです。邪魔者。2005年8月4日、ハンナが自宅を飛び出した翌日のこと、夜遅くに響いたノックの音に玄関へ急いで駆けつけたバーバラ。彼女がドアを開けると、そこには確かに娘のハンナが立っていました。ハンナ、やっと帰ってきてくれた。昨日はママも言い過ぎ。バーバラがそう言いかけた次の瞬間、彼女は突き飛ばされ、床に大きく転倒します。倒れたバーバラを見下ろしていたのは、スペンサーでした。彼はハンナのすぐ後ろに隠れ、バーバラがドアを開けた瞬間、彼女に体当たりを食らわせたんです。くそ、ババアが暴れても無駄だ。必死で抵抗するバーバラを押さえつけるスペンサー。そして彼のその言葉を合図にするかのように、家の中にもう一人少年が上がり込みます。やめて、離して。大声で助けを求めるバーバラでしたが、スペンサーともう一人の少年は彼女の手足を縛り、目と口を塞ぎます。キャッシュカードはどこにあんだよ、探せ。スペンサーちょっとの悪とかじゃんけど、マジでヤバいやつじゃないの？家の中が強盗みたいに荒らされちゃってたの。スペンサーが家の中隅々までキャッシュカード探し回ってたからってことなのね。そうなんです。そしてスペンサーがバーバラを襲ったのには次のような経緯もあったんです。もうマジでムカつく。なんで彼氏のことまでママに口出しされなきゃいけないのよ。バーバラが襲われる前日の夜、自宅を飛び出したハンナはスペンサーの家を訪れていました。マリファナを片手に母親の愚痴を並べるハンナをぼーっと見ていたスペンサー。ハンナはどんどん感情的になり、その口調も荒々しくなっていきます。そんなさなか、スペンサーはふと次のようなことを言ったんです。あいつは俺らにとって邪魔になる。いっそ殺しちまうか。そうね。突然に放たれたスペンサーの言葉に一瞬戸惑いを見せるハンナ。しかし頭に血が上っていた彼女はこの誘いに乗ってしまうんです。この後スペンサーは友人のアーロン・マクドナルドに連絡。バーバラの口座から引き出したお金を報酬にするという約束で協力を取り付けます。なるほどね。バーバラが襲われた時、だからスペンサー以外にも他の男がいたわけ。そうなんです。そしてとうとうこの後悲劇が起こってしまうんです。
襲撃の後、キャッシュカードを見つけたスペンサーと友人のアーロンはハンナをその場に残し、拘束されたバーバラを車に乗せて近隣の ATM へ向かいました。殺されたくなかったら暗証番号を言え。バーバラの口のガムテープを剥がし、銃を突きつけた状態で彼女を脅すスペンサー。バーバラは怯えながら暗証番号を答えます。しかし、なんだよ、たったの$200しかねえ。予想外に少ない残高に声を荒げ逆上するスペンサー。彼はバーバラを車内に戻し、再び車を走らせます。夜の静寂に包まれる町外れのトウモロコシ畑に1台の車が到着した。街灯一つないその畑を車のヘッドライトだけが不気味に照らしている。車内から姿を現したスペンサーは後部座席に乗せていたバーバラを引きずり出し、彼女に向かってこう言った。俺がいいって言うまでまっすぐ前へ進め。わかったわ。言う通りにするから殺さないで。目隠しをされたバーバラはそこがどこかもわからないまま言われた通りに歩を進める。そしてトウモロコシ畑のちょうど真ん中あたりに差し掛かった時、スペンサーが再び口を開いた。よし、いいぞ。ここでひざまずけ。すると両足を地面につけたバーバラは何やらぽつりぽつりとつぶやき始める。主よ、我を救いたまえ。それは祈りの言葉だった。必死に祈りを捧げるバーバラを前にスペンサーは大声で笑った。いいぞ、そのまま祈り続けろよ。バカにしたように笑うスペンサーをよそにバーバラはただ祈りを続ける。そしてしばらくして彼女が祈りの言葉を止めたその時だった。祈り終わったみたいだな。じゃあ最後にアーメンって言え。スペンサーにそう促され、バーバラは震える声でその言葉をつぶやく。アーメン。真っ暗な夜のトウモロコシ畑に一発の銃声が鳴り響いた。いい加減にしなさいよ、ほんと。何よ、アーメンと言えって。敬虔なキリスト教徒のバーバラに祈りをさせたっていうのは、祈っても神なんで来ないよみたいな、そんな意図を感じますよね。マジで性格悪いわね。そしてこの犯行には共犯者のアーロン以外に目撃者もいなければ現場に証拠もなかったんです。しかし思いがけないことがきっかけでスペンサーたちの非道な殺人行為、明るみに出てくるんです。束の間の自由。人の命を奪うのは気分がいいな、ハンナ。バーバラを殺害した後、スペンサーはハンナの自宅に戻り、返り血も拭かないままソファーの上でハンナを抱き寄せていました。ママが死んでくれて本当によかった。せっかくならあのババアのベッドを使おうぜ。スペンサーのその言葉に従い、二人はあろうことか殺害したばかりの母バーバラのベッドで事に及び始めたんです。もう彼との関係を邪魔するものは何もないんだ。幸せを噛み締めるようにしてスペンサーの胸へ顔をうずめるハンナ。その翌日、スペンサーとハンナは警察の追及を逃れるため二人で行方をくらまします。ハンナはうすうす取り返しのつかないことしちゃったって気づいてたんじゃない？母親殺して何も思わない娘なんていないと思うけど。どうなんだろうなとは思うんですけどね、そのあたり。若い頃って道を踏み外すことなんていっぱいあるじゃないですか。さすがに人を殺すっていう、そこに至る前までに違うよって気づかせてくれる周りの環境とか自分自身の気づきとかそういったことがなかったんだろうなっていうのがもったいないなと思いますよね、これ聞いてると。一方その頃、犯行に協力した友人アーロンは苛立ちをあらわにしながら一人帰路についていました。くそ、スペンサーの野郎、結局面倒ごとに巻き込まれただけじゃねえか。アーロンが憤慨していたのはスペンサーから渡された報酬が約束よりも少なかったためでした。当初スペンサーはアーロンに対し協力したら$400やると約束していました。ところが被害者バーバラの口座には$200しか入っておらず、アーロンの手に渡ったのはそのうちの$100だけだったんです。このことに業を煮やしたアーロンはこの後金品を盗みにバーバラの自宅へ侵入。$800分の小切手を見つけ、意気揚々と家を後にしました。しかし、そう簡単に事は運びません。バーバラ名義の小切手を持参したアーロンは銀行員に怪しまれ、通報されるんです。その後、取り調べを受けたアーロンは、ハンナやスペンサーの犯行を全て自白し、全員あえなく逮捕されるんです。お金で共犯者釣ろうとしたから、結果足すくわれることになっちゃったわけね。そうですね。どっちみち娘のハンナが事件後に失踪してたんで、バレるのは時間の問題だったとも言われていますがね。裁判の結果、実行犯のスペンサーは仮釈放なしの終身刑。共犯者のアーロンには懲役62年。そして被害者バーバラの娘ハンナには懲役100年の刑が言い渡されました。さらに彼らの逮捕から10年後の2015年1月、事態は衝撃の展開を迎えます。なんと終身刑となっていたスペンサーが獄中で自殺。一時の感情で愚かな行動を起こしてしまった結果、ハンナは母親と最愛の恋人、その両方も失うことになってしまったんです。テレビ局のインタビューを受けたハンナは一言、涙ながらにこう語りました。もしやり直せるのなら、私は何でもします。親がこの行動に口を挟むのは、こう思うからこそ。ハンナが母バーバラのその気持ちを理解できるようになる前に、間違いが起きてしまったことが悔やまれてなりません。